こんにちは。TTS の川本です。この動画は AI の応用第4弾で強化学習について考えます。よろしくお願いします。強化学習というのはニューラルネットワークを使った学習アルゴリズムの一つです。教師なし学習という位置づけで説明されることが多いかと思います。教師なし学習というのは、学習をするときに人が答えを与える必要がないという意味です。例えば、画像処理 AI の代表例であるセナンティックセグメンテーションでは、人が行ったラベル画像を元画像とペアでニューラルネットワークに与えることによって学習をします。同様にチャット GPT で使われている LLM では、欠損のある文章と欠損のない文章をペアで与えることで文章の復元を学習させています。これに対して強化学習では人が答えを与える必要がありません。AI 自身が試行錯誤を繰り返しながら勝手に賢くなっていきます。強化学習を使った事例として有名なのが Google の AlphaGo です。2015年にプロ棋士を打ち負かしたということが話題になりました。アルファ語にはいくつかのバージョンがあるんですが、最もセンセーショナルだったのが2017年に発表されたアルファ語0でした。これは学習にプロ棋士の寄付を使わずに、強化学習による自己対戦だけで0の状態から勝手に賢くなったというものでした。少し掘り下げます。囲碁や将棋には棋譜というものがあります。棋士同士の対局の一手一手を勝負の始めから最後まで全て記録したものになります。囲碁や将棋には何百年という歴史があり、大量の棋譜が残されています。その記録を答えとして学習するというのが初期のアルファ語を含む AI 囲碁や AI 将棋の一つの主流でした。これに対してアルファ語0ではAI に対して囲碁のルールを教えますが、棋譜は与えません。AI 同士が対局を繰り返すことによって勝手に強くなるという手法を使っています。ここで使われているのが強化学習です。強化学習では AI に対してそのものズバリの答えを与えない。代わりに AI が取るアクションについて点数をつけます。AI 同士の対戦の中で勝ちにつながった手に報酬を与えて強くなるというのがアルファ語0の仕組みです。実は私、強化学習大好きなんです。こんな動画を撮っているくらいですので AI 技術全般もちろん好きではあるんですが AI 技術の大部分はあまり面白くないなというふうに思っていることも事実です。例えばチャット GPT もそうです。言い方が悪いんですが、チャット GPT って役人の方と喋っているような感じというか、無難なことしか言いませんよね。百科事典を引いているような印象で、斬新な小説や動画を見た時の感動のようなものがありません。これはチャット GPT が人が過去に書いたり発した言葉を正解としてそれを模倣しているからです。学習に使われた文章の中には面白くて奇抜な文章も含まれていたんだと思いますが、学習を経ると統計的に丸まって平均的な振る舞いに落ち着いていきます。このためありきたりで新鮮味のない発話になりがちです。強化学習はそうではありません。人が持っている知識や固定観念を排除するような構造を取ることができます。人が常識にとらわれて見向きもしなかったような一手を出してくる可能性があります。実際藤井聡太プロが AI 囲碁は予想もしなかったような手を出してくるというようなことを発言されているのを聞いたことがあります。これはすごく魅力的です。AI を百科事典としてではなく、自分とは全く異なる感性を持った、宇宙人的な相談相手として活用できる可能性があるからです。こう考えて強化学習にトライしたのが2021年の精密工学会秋大会で発表した研究です。弊社の製品の中には
CMM にラインスキャナーを搭載するというものがいくつかあります。ライカ AS1 スキャナーやベクトロン非接触システムがそれです。こうした製品では、ラインスキャナーから得られる 2D データを CMM 先端節の位置と角度に合わせて合成することによって3次元化します。正確に座標を合成するためには、ラインスキャナーと CMM 先端節の座標系を正確に合わせる必要があります。このために行う処理を非接触キャリブレーションと言います。これを強化学習で行おうという取り組みになります。細かい話は省略しますが、構成器を測った点群の精度を向上させるような補正に対して報酬を与えながら繰り返しニューラルネットワークにキャリブレーションをさせました。その結果、強化学習を使わない弊社従来のアルゴリズムと一部では同等になるような精度も得ることができました。しかし、これ以上精度を追求することには意味がないという判断に至り、この研究はここでやめてしまいました。アルファ5があそこまで強くなったのは、開発者の方にプロ棋士に勝つというシンプルかつ明確な目標設定があったからと思います。俗っぽい言い方になりますが、開発者の方はその目標を達成することによって給与を得たり、名誉を勝ち取ることができたんだと推測します。一方、メーカーで開発をするという場合、例えば何らかのアルゴリズムを作ろうとなったならば、その目的は、より高性能でコスパに優れた製品を作ってお客様に満足していただこうということになります。採算が合わないならば AI を採用しないという判断もしなければなりません。実は強化学習を使う以前の弊社自社製品の非接触キャリブレーションは私自身が開発しています。キャリブレーションを熟知している立場からすると、従来のアルゴリズムの方が製品としては優れているという判断に至ることは容易でした。また何より、非接触キャリブレーション用に AI を作り込んだとしても、その作り込みはあくまで非接触キャリブレーション用になってしまい、社内資産としては横展開しにくいものになってしまいます。この研究を通じて AI の性能と汎用性は強いトレードオフの関係にあるということを感じました。AI や特に教師なし学習とかというと、人が何もせずに AI が勝手に賢くなってくれるというイメージをお持ちかもしれません。しかしそれは誤解です。人間にとって有用性の高い AI というのは、AI がそうした動きをするようなお膳立てを開発者が一生懸命した結果、そういうふうに動いています。アルファ5の功績に関して AI が人間に勝ったという表現がよく使われますが、実際にはそうではなくて、プロ棋士に勝ったのはアルゴリズムを作った開発者と、そのアルゴリズムを高速で動かしたハードウェアです。非接触キャリブレーション AI についても同じで、作っているとき、本当にAI の機嫌を頑張って取っているっていうような感じがして、虚しくなってしまうということも実際にありました。それでやめてしまったっていうわけなんですが、ただ AI を使ったこと自体が完全に無意味だったとは思っていません。強化学習が行ったキャリブレーションを目の当たりにして、今まで思っていたほどには職人的ではないんだな、シンプルなやり方でいいんだなという気づきを得ることができました。これ本当のことなんですが、AI の動きから得た気づきをもとに従来アルゴリズムを見直して精度を向上させるということもできました。せっかく投資をして AI を作るんだから、すぐに直接的に利益を出すような結果を出してほしいと多くの方が考えるというふうに思います。それはもちろん理解できるんですが、人工知能や計算機シミュレーションというのはそもそも構成論的な技術でもあります。長期的な視点にはなってしまいますが、人の発想を助けるという視点で使ってみるのも良いかもしれません。チャット GPT が話題になったことで、LLM やクリップにばかり大きな注目が集まっているというふうに感じます。
ただ、AI イコールチャット GPT ではないというか、そう捉まえてしまってはもったいないというところがあります。特に若い研究者の方には、長いものに巻かれるということでは必ずしもなくて、広い視野で開拓を続けてほしいというふうに思います。この動画では強化学習について考察しました。次回は 3D 分野で AI を活用していくということについて考えてみようと思います。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。